自分の名前すらも素直に出てこないし、スッと出てこなくて、一生多分死ぬまで付き合っていくことになるんで。 For a bakery, Fukui Prefecture is barren ground. This is a place where the rice culture is so deeply rooted that you might get scolded for eating bread in the morning. Yet, amidst it all, there shines a remarkable baker. Today, we introduce Yu Kasakawa, the owner of Musubu Bakery in Fukui Prefecture. Born in 1992 in Fukui, Yu was a lively and active child, just like any other. But one day, when he was 4 years old, he became aware of something that would change his life. 発表会みたいな、保育園。じゃあ練習しますってなった時に言えないんですよ。こう出てこない。こう多分ちっちゃいからより気持ちがこうなんかうーってなって、だからなんか周りがちょっとざわつき始めるっていうか、どうしたのみたいな、あの子次あの子だよねみたいな、ざわざわざわってなればなるほどこうみんなから見られてより出なくなる。あれなんか俺だけ喋りにくいぞ、だからそれが普通だったんで、みんなが普通に喋れてるっていうのが言葉って言いづらいものみたいな。 Stuttering. That's when it began to significantly affect his life. Stuttering is a speech disorder characterized by interruptions or repetitions of sounds, syllables, or words when speaking. 多分皆さん喫音症ってあんまり知られてなくて、で障害って言っていいのかもよくわからないんですけど、簡単に言うと言葉が止まるんですよ。出ないみたいな、足が片方ないとか腕がないとかとは違って目にめちゃくちゃ見えないっていうか、上がり症なんかなとかって言われる多分障害とか病気の部類には入ると思うんですけど、なんかそれの原因がなんか特に治療法とかもなくて、ちっちゃい時に発症して小学校ぐらいになると徐々にこうみんな治っていく人もいるし、治らない人もいるしみたいな。 At that time, the only person who noticed and truly understood him was his elementary school teacher, who also had a child with a stutter. It was an invisible disability that even his parents couldn't fully grasp. His mother searched for hospitals and treatments, but there was no cure. They just had to learn to cope with it. やっぱ自己紹介が心配です。新しい学年、新しいクラスメート、じゃあ初め自己紹介しましょうみたいななった時に、部活動これです、趣味こんなんです、じゃあお願いしますみたいな、パチパチパチみたいな、これも言えないですよ。自分の名前すらも素直に出てこないし、スッと出てこなくて、うちの子はこうやっぱちょっとざわざわざわっとしてみたいな、自分もやっぱ恥ずかしいから何もないふりするけど、やっぱ汗はかいてくるし。 At the time, even as a student, Yu unconsciously started looking for jobs where he wouldn't have to speak much. However, when he took a live-in part-time job in Osaka, he encountered a new perspective that changed his way of thinking. なんかふとなんかレストランみたいな行った時にやっぱシーンとしてて、厨房でシェフさんが料理作ってて、でサーブの人にこれお願いみたいな感じで、調理師やったらワンチャン喋らんでもいいんじゃないかなって中学校の 1,2 年の時ぐらいに思って、そこで初めて調理師、バイト先住み込みだったんですけど、バイト先の時も大丈夫かなと思ったんですけど、誰も何も言わなくて、なんか喋りにくかったら、まあ、違う仕事すればいいやみたいな、その任されてた仕事の違うことみたいな、なんかやっぱ都会っていいなみたいな、人に興味がない分それが僕にとってはすごいこの新しくて嬉しくて、自分やっぱよく都会ってね、人のこと気にしないっていういろんな人がいて、都会だからそれすごい心地よくて。 After graduating from vocational school, Yu worked as a chef before transitioning to a baker at a Kyoto bakery. One day, the owner offered him a full-time position, which was a very exciting opportunity for Yu. However, he knew that at some point,
he would need to bring up his stutter. That thought always lingered in his mind. どっかでこれオーナーに言わないと、僕社員になった時にオーナーがいない時の責任者みたいな、初めてのそのパン屋さんでの社員にならないかって言われてめっちゃ嬉しくて、やっぱ拾ってもらったっていうのもめちゃくちゃ気持ちにあったので、お願いしますって言ったんですけど、やっぱ販売にそうすると出なきゃダメで、電話も取らなきゃダメで、でもまあなんとなくギリギリでこなせてたんですけど、やっぱ忙しくなるにつれてお店がなんか、これ早めに言わへんとどっかでガタくるっていうか、なんかこれ以上頑張れへんってなって、オーナーに迷惑かけるのもあるし、オーナーに本当にその親以外に言ったことなくて、喫音っていう症状、親と嫁、今のさん以外、オーナーの奥さんとかオーナーは知らないんで、喫音っていうこと息子みたいに扱ってくれてて、で僕がちょっと言わなあかんなと思うんですけど、やっぱ言わなあかんなと思うと言えなくなるんで、言わなあかんと思ってから1ヶ月ぐらい過ぎた時にオーナーになんか電話の出方もうちょっとちゃんとしてみたいな、何気なく言ったと思うんですよ。僕からしたらこの言葉は詰まるからちょっとこう逃げた感じでフランクな感じで電話の対応をして、それちょっとあんまダメかも的な、初めてなんかちょっと注意っていうか、そういうされた時に、これ本当に言わへんとオーナーは多分勘違いされるのすごい嫌っていうか、オーナーだけには勘違いされたくなくて、オーナー夫妻にでなんか言ってオーナーに話してたら、なんかオーナーもみたいな、全然知らんかったみたいな、なんかそこで怖いなと思ったのが、みたいな、大変やねっては言うけど内心めんどくさみたいな、正直そんなことは初めに言えよみたいな、そしたら社員にせんかったよとかめっちゃ思われてたら、めっちゃ信頼っていうかもう本しかなかったんで、初めに言えばよかったなと思いつつ、社員まで上げてくれると思ってなかったんで、すごいなんか言った時になんかみたいな、なんかごめんなんか知らんくて気づけなくてごめんみたいな、さっき言っときゃよかったなみたいな思いつつ、なんかすごい辛いなみたいなあって、学生時代とかにお付き合いしてたんですけど、その時に喋ってるとやっぱそういう分かるっていうか、なんか私も小学生時代にそういう同級生にいたから、なんか同じ感じだなと思ってて、その喫音症っていう言葉自体がその時は認識がなくて、でなんか本人から聞いて、そういうことなんだみたいな感じで、私が知ってた同級生もそうだったんだみたいな感じで、そのお付き合いしていく中で知ったっていう感じではあるんですけど。A few years later, Yu started his own shop, Musubu Bakery. こんな店するってなったらいろんな人と打ち合わせがあって、やっぱ電話自分で取らなきゃダメだし、でも自分のお店なんである程度フランクにとっても、だからより喋るようにしてて、お客さんともこの人結構フランクめな人なんだっていうのを、人と喋るのはすごい好きなんで。下のはなんていうの？ゆうってなんか人間に売れる優勝の優です。嫁もゆうなんであれです。だから同姓と思います。結婚したからだからすごい郵便とかめっちゃ大変でそうなんですよ。あとやっぱ自分で店するとちょっとずつ変えれるじゃないですか、いろんなところ。卵の量ちょっと減らそうとか、砂糖の量減らそうとか、冷やし込む温度変えようとか、折り込む、なんか本当にめっちゃおもろいですよ、クロワッサン。食パンとかもね、面白さあると思うんですけど、クロワッサンが目に見えて変わるなっていうのは
大人になるとなんか言い方あれですけど、なんていうのかな、その自分の喋りやすい言葉を選んで喋ることができる。なんかそれがいいとか悪いとかは全然わからないんですけど、なんか喫音でどうしても遺伝するみたいなのがあって、うちのおばあちゃんもちょっとその喫音気味と言いますか、お父さんもちょっとやっぱあるのかなってのがわからないんですけど、お父さんから直接聞いたこともなく、おばあちゃんから直接聞いたわけじゃないですけど、ちょっとやっぱあるのかなみたいなのがうすうすずっとあって、ってなった時に、自分の娘とか息子もし生まれた時になんか辛いなみたいな。自分ならね、今思っても辛いんですけど、やっぱ娘ってなるとより辛いなってなった時に、なんかでもなんか直接言うのもなんて言ったらいいかわからないし、全く知らないものでなくなってくるなみたいになった時に、もしその娘がもし喫音だった場合に、なんかお父さんもそうだよってなかなか面と向かって言うのもちょっと言えるですけど、伝わるのかなってなった時に、絶対多分中学校高校とかもっと大きくなるにつれてやっぱそう思う時期って絶対出てくると思うんですよ。発症した場合なんですけど、なった時にやっぱ娘はうっすらその感じがあるのかなっていう喋ってて、悩んでる子もっといるだろうなって、小中学生で親御さんは多分絶対思うと思うんですよ。自分がそうじゃなかったのに自分の息子娘が喋れんってなったらどうしていいかわからないと思うんですけど、でももう自分でどうするしかなくて、親責めても仕方ないし、うまく生きる方法みたいなのを見つけて、その時は辛いけど大人になったらなんとかなるよっていうのはなんか知ってほしいとか、そんなお大それたことじゃなくて結構いるよっていう、マジで自分だけじゃないよっていうのは、その時僕がめちゃくちゃそれは思ってて、自分だけだと思ってたんで、今思うと小さくはないですけど、みんなやっぱ何かしらコンプレックスがあって、大体なり小なりあって、それをやっぱ人には言えずにやってたり、なんかみんななんかあるよっていうで、みんなそれどうにか乗り越えてるよっていうのをやっぱ一番に娘には伝えたいのは、やっぱなんか困った時に YouTube さっと調べた時とかに、お父さんもこんなんやったやって、それをなんか娘がいいと思うか悪いと思うかは、とりあえず置いといて、やっぱそれで娘がそんなこと言われるの嫌やって思うかもしれないですけど、なんか僕はやっぱどうにかしてあげたいし、いろんな経験させてあげたいし、やっぱそこは思っててよってことだけは、やっぱそういうなんか誰かが味方、うちの場合だと母親父親がそれ知ってたと思うんですよ、喫音ってこと。あと母親病院に調べてくれて、だからキャンプとかいろんなとこに連れて行ってくれて、母親と話したことはないけど大人になって話した時に、なんかあなたがその引っ込み思案にならないように、なんか野球も無理やりやらされてて、小学校中学校高校って、それも母親からしたら自分はそういう症状でもないし分からんから、とりあえずグループでやっぱ野球が楽しい、野球が楽しいっていうか、野球部のみんなっているのが楽しかったんでっていうので、なんかそういう母親もやっぱ何かしら、母親の場合はより多分自分がそうじゃないからより分からなかったと思うんですけど、でも母親がいろんなことしてくれたように、僕もやっぱ自衛になったんで、なんかイベントとかも呼ばれればやっぱ娘連れてきたいし、社会ってこんなんやし、早めに知って、そのなんか対策じゃないですけど、そのとどう向き合っていくか、治ればそりゃいいっすし、
発症しなければ一番いいんですけど、発症してしまった時にやっぱそのどう対応するかみたいなのを、いやそれめっちゃ考えてたんですけど、なんかね、だからとりあえずこれが合ってるか分かってるか合ってないか分かんないですけど、だから世界はめっちゃ広いっていう、したいことやってなんか選択肢めっちゃあるよっていう、できることいっぱいあるし、したいことは今の時代なら何でもできるし、だからなんかその億劫にだけなんかこう考えて、多分考えることは考えると思うんですよ、この状況だとしたら。僕の場合はなんですけど、でもやっぱそうなった時にでもやっぱいろんなことできるよっていうのと、人がいっぱいいるとこ行こうみたいなコミュニティ学校だけじゃないし、いろんなコミュニティ作ってあげて、親御さん、僕も親となったらいろんなこと経験させてあげて、結構なんかそうっすね、なんて伝えてあげたいって、でも結局自分でどうにかするしかなくて、治らないっていうか完治はしないので、一生多分死ぬまで付き合っていくことになるんで、なんかその時はよくおばあちゃんからとか考え方をもっとゆっくり話して、誰もそんなこと気にしないよって言われてたんですけど、その意味が分からなくて、だからなんかこれ一個自分が自信持ってできることがあるんならそれやりきって、言われる人はいるけど言わない人もいっぱいいるし、気にしない人もめちゃくちゃいるから、なんかそんな気にせずって言うと絶対無理なんですけど、いろんなこととりあえずやってみた方がいいっていうのは、やっぱあの時うちの母親がそうしてくれてたように